2019年、30年間走り続けたエンジンが、静かに消えた。そしてその最後の1台が、今や1000万円を超える。レイム、覚えてるか、あのドロドロっていう、スバル独特のエンジン音を。前回も話してたね、スバルの象徴の音だ。あの音を生み出してきた、EJ20 ってエンジンがな、2019年、ついに姿を消したんだ。なくなっちゃったの。30年だ、30年間も走り続けたエンジンが、静かに幕を下ろしたんだ。30年、そんなに長く頑張ってたんだ。そしてその最後を飾った1台は、今や中古で1000万円を超えるんだ。1000万円、旧車なのに。それだけ特別な車ってことだ。今日はその最終章、インプレッサ3部作の、いよいよ完結編だ。ついに最終回だね、なんだか寂しいな。3代目の GRB から、最後の VAB まで、そして伝説の終わりを、しっかり見届けるぜ。最後まで見届けたい、お願いします。それでは最終回も、ゆっくりしていってね。今回もまず結論から言うぜ。最後のインプレッサが、伝説な理由は3つだ。毎回3つだね、もう慣れてきた。1つ目がハッチバックへの挑戦と、セダンへの回帰。2つ目が WRC 撤退と、市販車への魂の継承。撤退、WRC をやめちゃったの。それは後でじっくり話すぜ。3つ目が EJ20 ファイナルエディション、30年のフィナーレだ。ファイナルって、なんだか映画みたいだね。うまいこと言うな、まさに30年の大作映画の、ラストシーンだぜ。泣いちゃいそう、早く見たい。まずは最終モデル、VAB のスペックから紹介しよう。お願いします。全長×全幅×全高は4595、1795、1475ミリ、歴代で一番大きく、堂々とした体になった。だいぶ立派になったね、初代と比べると。初代 GC8 が全幅1690ミリだったから、100ミリ以上もワイドになってる。一回りも、二回りも大きくなったんだ。エンジンはおなじみの EJ20、水平対向4気筒2リッターターボだ。でもここで注目してほしいのが馬力だ。前回までずっと280馬力だったよね。そう、そこなんだ。この VAB は308馬力ある。ついに280の壁を越えたんだぜ。前回の自粛性がなくなったからだ。ご名答だレイム、2004年に規制がなくなって、やっと、本来の力を出せるようになったんだ。我慢してた分の力が解放されたんだね。最大トルクは43キロ、ミッションは6速マニュアル、タイヤは245、40R18 だ。タイヤも太くなったね。そうだ、そしてこの最終モデル、ファイナルエディションの値段は、452万1000円だ。450万超え、初代の291万から考えると、すごい差だね。そうだろ、でも安全装備も、乗り心地も、全部最新になってる。ただ速いだけじゃないんだね。そうだ、毎日乗れる快適さと、サーキットで戦える速さ、その両方を、最後に手に入れたんだ。普段使いもできる本格スポーツカーだ。それだけ中身も豪華になったんだ。さて次は、3代目 GRB の大きな挑戦の話だぜ。挑戦って、何をしたの？ 2007年、3代目の GRB が出た時、スバルは大胆なことをやったんだ。大胆なこと？なんと、ずっとセダンだったインプレッサを、後ろが短いハッチバックにしたんだ。形を大きく変えたんだ。そうだ、ハッチバックっていうのは、後ろのトランクがなくて、荷室と車内が繋がった形のことだ。後ろがキュッと短い形ね。なんでハッチにしたかというと、世界を意識したからなんだ。世界？ヨーロッパじゃ、ハッチバックが大人気でな、世界で売るための作戦だったんだ。海外で売るための形だったんだ。ただなレイム、これが、昔からのファンには賛否両論だった。みんな喜ばなかったの？セダンのインプレッサが好きだった人は、ちょっと戸惑ったんだ。これじゃないって声もあってな。慣れ親しんだ形が変わると寂しいもんね。でも楽に、ハッチバックがかっこいいって、新しいファンも増えたんだ。新旧で意見が分かれたんだね。スバルもその声を聞いてな、2010年にセダンを復活させたんだ。ちゃんとセダンも戻ってきたんだ。そうだ、待ってましたって、ファンは大喜びだったぜ。ファンの声に応えてくれたんだね、優しい。さて次は、この時代に起きた大事件、WRC からの撤退の話だ。いよいよあの話だね。スバルといえば WRC だったろ、マクレイ、バーンズ、ソルベルグ。
3人の世界王者を生んだ舞台だね。そのスバルがな、2008年の暮れに、WRC から撤退を発表したんだ。あんなに強かったのに、なんで？その年、世界中が大不況に襲われてな、リーマンショックって聞いたことあるか？ニュースで聞いたことある、大変な不景気だよね。そうだ、その影響で、お金のかかる WRC を、続けられなくなったんだ。お金の問題だったんだ、切ないね。同じ年に、ライバルの三菱も撤退した、一つの時代が終わった瞬間だったんだ。スバルも三菱も、寂しすぎるよ。発表の時、世界中のファンが悲しんだ、あの青いインプレッサが、見られなくなるってな。みんなに愛されてたんだね。長年 WRC で戦って、3人もの世界王者を生んだ、それは黄金の歴史だったんだ。本当にすごい時代だったんだね。でもなレイム、ここで終わりじゃないんだ。まだ続きがあるの。スバルは WRC で培った技術を、全部市販車に注ぎ込んだ。魂は、市販の WRX-STI に受け継がれたんだ。レースの魂が市販車に生きてるんだね。さて次は、その魂を受け継いだ最終モデル、VAB の話だぜ。いよいよ最後のモデルだね。2014年、最後のモデル VAB が出た時、大きな変化があったんだ。どんな変化？それまでインプレッサ WRX-STI だった名前から、インプレッサが外れたんだ。インプレッサじゃなくなったの？そうだ、ただの WRX-STI になった。これにはファンも複雑な気持ちでな。長年の名前が消えるのは寂しいね。でも見方を変えればなレイム、WRX-STI って名前が、一人前になった証でもあるんだ。弟が独立して一人前になった感じ。その通りだ、前回、弟分として生まれたインプレッサが、ついに自分の名前で勝負するようになった。成長物語みたいで、ちょっと感動するね。今でも WRX って名前は、スバルの一番スポーティな車として続いてる。名前はちゃんと生きてるんだ。インプレッサの名前は、今は普通のファミリーカーに戻ってな、スポーツの魂は WRX が受け継いだんだ。役割を分けて、どっちも続いてるんだね。この VAB はな、中身もどんどん良くなって、歴代で一番乗りやすくて速い一台になった。最後にしっかり完成したんだね。VAB はほぼ毎年、少しずつ改良され続けたんだ。止まることなく進化したんだぜ。最後まで手を抜かなかったんだ。足回りもブレーキも鍛え直して、曲がる止まるをとことん磨いた、熟成された最終型なんだ。長年の積み重ねが詰まってるんだね。そして2019年、この車に、30年の歴史の集大成がやってくる。いよいよファイナルエディションだ。2019年、スバルは発表したんだ。EJ20 ファイナルエディション、550台限定だと。また555だ、この数字よく出てくるね。いいところに気づいたな。これは昔のスポンサー、555ってタバコ会社にちなんでるんだ。前回の青と黄色のカラーの会社だ。そうだ、WRC の栄光を象徴する数字でな、最後の最後に、その数字を選んだんだ。粋な演出だね、スバルわかってる。この車にはな、金色の BBS ホイールがついてる。これも WRC マシンを思い出させる色だ。青いボディに金のホイール、まさにあの色だ。そしてこのエンジンがすごいんだ。バランスドエンジンって言ってな、熟練の職人が手作業で組んだ特別品だ。手作業、機械じゃないの。そうだ、部品一つ一つの重さを、ぴったり合わせて組み上げる。だから振動が少なく、すごく滑らかに回るんだ。職人技で仕上げた最後の EJ20 なんだ。まさに30年の技術の集大成だ。最後にふさわしい、最高のエンジンだぜ。そこまでこだわるなんて、愛を感じるね。そしてここからが衝撃だ。この550台に、なんと、13,618件の応募が殺到したんだ。13,000件以上、550台しかないのに。倍率はおよそ24倍、当たった人は本当にラッキーだったんだぜ。24倍の抽選、宝くじみたいだね。それだけ EJ20 の最後を、みんなが見届けたかったってことだ。愛されたエンジンだったんだね。さて次は、最後までライバルだった、あの車の話だ。ランエボだね、最後はどうなったの？ GRB と VAB の時代のライバルは、ランエボの最終型、10代目のランエボ10だ。ランエボもついに最終型なんだ。そうだ、20年以上も戦い続けた2台が、どちらも最後の世代を迎えてたんだ。
長い長いライバル対決だったね。そしてなレイム、ここで運命のいたずらみたいな話がある。運命のいたずら。ランエボは2016年、ファイナルエディションっていう最終モデルで、歴史に幕を下ろしたんだ。あれ、それってスバルと同じ。気づいたか、そうなんだ、ランエボもインプレッサも、どっちも、ファイナルエディションで終わったんだ。2台とも同じ名前で最後を迎えたの。宿命のライバルが、最後まで同じ道をたどった、これ以上ない、美しい終わり方だぜ。なんだか胸が熱くなる、運命だね。20年以上競い合った2台は、お互いを高め合って、揃って伝説になったんだ。ライバルって、本当に大事な存在なんだね。この2台の戦いがあったから、日本の 4WD ターボ技術は、世界一になれたんだ。競争が日本の技術を育てたんだね。スバルと三菱、最高の時代を作ってくれて、ありがとうって言いたいぜ。2台ともお疲れ様、だね。さて次は、このファイナルエディションが今いくらか、驚きの値段の話だ。絶対上がってるやつだ。ファイナルエディションはな、新車で452万円だった。それでも高いよね、今はどうなの？今や中古市場で、1000万円を超える値段が、つくこともあるんだ。1000万円、倍以上じゃん。そうだ、たった550台で、EJ20 の最後を飾った特別な1台、価値が下がるわけがないんだ。持ってる人が羨ましいな。もちろん普通の VAB や GRB も、じわじわ値上がりしてる、最後の EJ20 世代として人気なんだ。最後の世代って響きがもう特別だもんね。特に海外じゃ、今でも WRX-STI は大人気でな、これからも値上がりは続くと言われてる。世界中が欲しがってるんだね。日本が生んだ名車が、世界の宝物になってるんだ、ちょっと誇らしいだろ。日本人として嬉しいね。ただし古い車だから、買うときは状態をしっかり見ること、これは三部作としての鉄則だぜ。目利きが大事、もう覚えたよ。さて次は、30年を振り返る豆知識コーナーだ。待ってました、最終回の豆知識。この EJ20 ってエンジンはな、1989年に、初代レガシーに積まれて誕生した。30年前に生まれたんだね。そこからインプレッサに積まれて、WRC で3つの世界王者を生み出した。まさに栄光のエンジンだ。WRC を引退した後もな、ニュルブルクリンク24時間耐久って、ドイツの過酷なレースで戦い続けたんだ。塗るんじゃないよね。塗らないぞレイム、ニュルブルクリンクっていう、世界一過酷で有名なサーキットの名前だ。そんなところでも戦ってたんだ、タフだね。このニュルってコースはな、一周20キロ以上もある化け物コースだ。アップダウンも激しくて、本当に過酷なんだ。20キロ、普通のサーキットの何倍もあるね。そこでもスバルは、クラス優勝を何度も勝ち取った、EJ20 は、最後まで戦うエンジンだったんだ。引退後も走り続けたなんて、かっこよすぎる。そして2019年、30年の旅に、静かに終止符を打った、本当にお疲れ様、って感じだぜ。30年間ありがとう、って言いたくなるね。もう一つ、最終回だから話したい、なんでスバルは、ずっと水平対向と 4WD にこだわったか、だ。確かに、ずっと同じ作りだったね。横に寝たエンジンの低い重心と、四輪で地面を掴む安定感、これが一番安全で速いって信じてたからだ。流行りに流されない、芯のある会社なんだ。そうだ、第1回で話した、飛行機屋の時代から続く、頑固なまでのこだわりだ。ずっとブレない姿勢、かっこいいね。じゃあ最後の WRX-STI の評判も話そう。まずは良い点からだ。お願いします。良い点は、歴代で一番完成度が高くて、308馬力で速くて、しかも安定してること、そして最後の EJ20 って特別感だ。完成形ってだけで価値があるね。逆に悪い点は、車が大きく重くなったことと、やっぱり燃費はあまり良くないことだな。パワーがある車の定めだね。あとは値段が高いことだ。でもそれだけの価値はあるぜ。最後の名機だもん、納得だね。これで3部作通して、インプレッサの全部を語ったことになる。初代から最後まで、恋旅だったね。さて最終回だから、こんな質問をしてみよう。お前ハイ J20 を惜しむ派か。どういう選択肢があるの？今のスバルは新しいエンジンに変わった。だから EJ20 を惜しむ派か、新世代に期待する派か、だ。私は、EJ20 を惜しむ派かな。でも新しいスバルも応援したい。
いい答えだ。見てくれてるみんなはどうだ？コメントで教えてくれよな。みんなの思いも聞かせてね。さて、インプレッサ3部作はこれで完結だ。最後まで見てくれてありがとうな。 3本とも面白かった。お疲れ様。でも実はなレイム、WRC の伝説はまだ終わってないんだ。まだ続きがあるの？スバルと三菱に並ぶ、もう一つの WRC の U がいる。次はその車を取り上げるぜ。もう一つの U って、どこのメーカー？トヨタだ、セリカ GT4 っていう、WRC で世界を取った名車を語るぜ。セリカ、それも気になる。絶対見る。ここまでご視聴ありがとうございます。これからも、昔懐かしい車を紹介していきます。また見たいと思ったら、コメントや、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。それじゃあ、また次回。またな。